こんにちは。今回はこんな感じの、カラフルなレインボーなブランケットを編んでみました。ひたすらにグラニースクエアで編んでいます。編んでる時もカラフルな毛糸を使って、とっても楽しかったです。ではよかったらご覧ください。はい、まずじゃあ使っていく毛糸と針を紹介します。ダイソーのミックスケーキパステルを使います。200円毛糸ですね。で、このねちょっとこのしおれた感じからもお分かりいただけると思うんですけど、ロットは 20A と多分2020とか古いいつもの在庫溜め込み癖です。でバーコードはこれですね。でこれの使用かぎ針推奨サイズが8号です。なので8号、これもダイソーか、セリアかキャンドゥで買った、かぎ針8号を5ミリでいかいだ噛みすぎ、いきたいと思います。中から糸取りますね。こっちから出てる。でもう、シンプルな、グラニースクエアをやっていきたいと思いますが、はい、グラニースクエアで出てくる編み方を簡単にご紹介しようと思います。まずシングルクロシェ細編みは通常のグラニースクエアの編み方だと出てこないかもなんですが、私は立ち上がりの時に使いたいので、そちらをまず説明します。針に糸これかかった状態ですね。輪の中に入れるとするとちょっと近づくか。まず輪の中に針入れて、ここの糸を下からでいいよね。糸が上にある状態でグッと引っ掛けて、ここで輪の中に誘導して持ってきます。で今針に2本ループがかかっている、輪がかかっている状態で、もう一回この糸を引っ掛けて針を動かすとしたら、これはこうか、下から上でこのまま2本一気に引き抜く。引き抜けてないこれがシングルクロシェです。もう一回いきます。輪の中に入れて糸をこうやって下から引っ掛けて持ってきて、2本入れて、これは上から下かで2本、これがシングルクロシェになります。細編みでダブルクロシェは、ちょっとここから作るの大変な、ダブルクロシェの前にチェーンいこうかな。でこれシングルクロシェの上にチェーン鎖編みをするのを今回、立ち上がりの代わりにしたいので、それもお伝えしておくと、チェーン鎖編みはこの状態で針を上から下にかけてくるんってやるだけ。これがチェーンができました。続けるとこう鎖編みがどんどんできていく形になります。はい、でちょっと戻させていただいて、で立ち上がりっていうのは高さを段に対して出してからその段をやっていきたいので使うものになります。でシングルクロシェ1個と鎖編み1個で、高さ的には長編みダブルクロシェと同じぐらいになったので、ここからやると長編みがやりやすいです。で長編みの場合はさっきはこのままいきなり言ったんですけど、長編みを先に針に1回糸引っ掛けておきます。で引っ掛けたまま輪の中にくぐらす。で1本持ってくる。でここからやることは一緒で、引っ掛けたらまず3本中2本だけ抜きます。でもう一回引っ掛けて2本抜く。これが長編みです。ダブルクロシェね。どんどん上行ってる。シングルクロシェが1階建てだとしたら、ダブルクロシェは2階建てですね。もう一回いきますね。針に糸引っ掛けてから輪の中に入れて1本持ってくる。で引っ掛けたら2本くぐらして、また引っ掛けたら2本です。あと何回かやってみます。引っ掛けて2本。この場合は針を下から上か、引っ掛ける、下から上、全部下から上全部下から上か、こうです。で
チェーンをこうやって3回間に入れることもあります。基本的にはこの3つを使ってグラニースクエアをやっていきます。では、はい、思いますが、グラニースクエアって多分人によって本当こう大枠一緒でもなんていうんですか、この小技微妙なとこいっぱい違いがあると思うので、これが正解っていうわけではないんですが、私が最近やってるのはこれいく、まず右手でこれ糸持ってこういう感じ、親指と人差し指の間に挟んで、2本なり1本で1回ぐるっとこっちからこっちに回して、で今度ここの重なってるとこをこっちの左の手で持って移動させるっていう、ループとしては一重ループ派です。でここのね結び目というかこの重なってる部分持ったままでここの針、ここの糸を全然喋れないな、ここの糸をピンとさせて、この糸を針で取っていきたいんですよね。で針を輪の中に入れて上から下にくぐらせて、今輪の中に入れました。でここで一回ちょっと結び目を作ります。こう、はい、そしたら、ループが完成したので、ここからグラニースクエアをいきます。グラニースクエアはダブルクロシェ、長編みの編み方なんですが、このね1目目も人によっていろんなやり方があると思うんですが、私が一番しっくりきてるのは、まずちょっと長めのシングルクロシェをここに輪の中に入れます。こうでチェーン1します。鎖編み1つ、これシングル見えるかな、シングルクロシェ、これチェーンで、これを、ダブルクロシェ1個長編み1個と捉えるやり方にしてます。これもねチェーン3でやってみたりいろいろあると思うんですが、私は割とこのやり方が好きで、この本当に出てこない言葉がこれ何これ糸端を外に出しておきます。そうするとねこうやって調整しやすいので、あと2個ダブルクロシェいきます。ダブルクロシェ長編みなので引っ掛けてから中に入れて3本中まず2本で、もう一回引っ掛けて2本ですね。ちょっと近づこう、ドアップでいきます。引っ掛けて中に入れて2本で、これが1個の塊になります。でここからも多分グラニースクエアのやり方でいろいろこう変わると思うんですけど、今回はチェーン3します。1、2、3ですね。これね2つでも3つでもいいと思います。なんとなくちょっと角をググって四角く作りたいので3つにしてみますね。でまた次のブロックのためにダブルクロシェを3つやります。今より1個やって2個目3個目、はい、で、これも3個、ここも3個、そしたらまたチェーン3、1、2、3で、あとこの、塊を2個作るんですけど、すぐ終わるから一緒に行こうかな。引っ掛けて、ダブルクロシェを3ついきます。でラストダブルクロシェ3つやったら123回鎖編みして123もう1個1回、これは負けた。2回、ピンクがすごいかわいい、美味しそう。3回、123、4つできました。そしたら、チェーン3をもう1セットして、ここの今結構空いてるんで、ここの余ってる糸端をぐーっと引っ張るとここが閉じます。で、よいしょ。そうこれ1個目にね作ったシングルクロシェ鎖編みのところ、ここの鎖編みじゃなくてこのブロックのこの内側に入れようかな。ここを拾うんじゃなくて、この中、ここに入れるます。で引き抜き
そうするとこの引き抜きのね、この頭がずれてる、この頭が、ダブルクロシェ3つの1個目の頭にこう模してるに見えると思うので、このやり方でいくのが好きです。全然オリジナルではないです。なんかいろんな方のを見てこれがいいなと思ってやっているだけです。で、チェーン1しようかな。でギュッとさせて、こっからね、これ1段目ができました。はい、1回止めました。で、グラニースクエアの2段目は今度ここの今角を作ったとこにこうやって2個ずつダブルクロシェの塊を入れていきます。で、糸を変えるときはここで1回切って、でこの逆サイとかね、違うとこから始めると綺麗になると思います。で、糸を変えない場合でも本当は切った方がいいんだと思う、綺麗になると思いますが、ちょっとめんどくさいのでここね今、引き抜きしました。鎖編み1個してキュッとさせました。で、糸を長めに引っ張ってちょっと強引にここの穴に入れますので、感覚としては本当はこっちに進むイメージなんだけど、強引にこの目じゃなくてこの合間に戻します。これね、サボってるのでサボってる行為なので、糸を切った方が綺麗になるとは思います。で、立ち上がりはシングルクロシェ長め1つと、チェーン輪にしてます。で、これが今度の2段目の1個目になります。そしたら、どうしようかな。ちょっと試したいことがあって今度さっきね、ここの端っこにダブルクロシェの玉を入れていくって言ったんですけど、こっからここちょっとねやっぱきついので、ここに3つ入れるとむぎゅってしちゃうんですよね。なのでもう1個だけ入れて、最初は2個だけにします。で、帰りにもう1個作って完成にします。ちょっと何言ってるか分かんないっていう感じだと思うんですけど、続けます。で、こっからも多分流派というかね、お好みがあって、今度ここの穴に入れるんですけど、チェーン1してもいいし、しなくてもいいと思います。今回はせずにいきなりここに突入します。ダブルクロシェを3回しますね。で、チェーン1すると、ちょっと余裕ができる編み地になって、しないとむぎゅっとした感じになりますので、お好みですよね。で、ここ1回作ったらチェーン3で、もう1個この穴のとこに3回ダブルクロシェいきます。2で3、はい。そうしたら、チェーンなしで今度こっちのコーナーに突入します。3回2、3で、今度は角を作りたいので角用のチェーンを3作ります。で、もう一回同じところにここダブルクロシェを3回。なんかピンクが長いですね。なかなか次の色が来ない。はい。で、間のここはつなぎなしでチェーンせずにいきなりここに行きます。ここですね。1回目、2回目、3回目で、角はチェーン3、1、2、3で、角を作ったらもう1回同じところに1回、2回、3回で、ここの間と間はチェーンなしでここに行きます。そうすると左側のブロックのやつは途中できてるので、ここに最後つなげたいんですよね。2回目ダブルクロシェで、チェーン3、1、2、3したら、ここに入れるにあたって1個足りないので、この子用にダブルクロシェを1回入れます。そしたらこれをまたこの間、早いちょっとこれが最初の、ダブルクロシェに見立てたシングルクロシェとチェーンの束なんですけど、ここの間に
ほんとこの間に飛車を引き抜きして、よいしょで終わりです。でまた一応固めたいのでチェーンをギュッとしておきました。どうかな、でっかいかな。そうするとよく見るとこの形ってシングルクロシェとチェーンなので他のダブルクロシェとは違うんですけど、真ん中に置くことによって目立たなくなるかなと思ってやってみたんですけど、どうかな。ちょっと続けてみよう。真ん中にやることのメリットは今言ったんですけど、デメリットは真ん中なんで次の針がちょっとやりにくい。次に針入れるところがちょっと強引にスリップスティッチしますね。スリップスティッチしてここの穴にやっていきたかったんですよね。どうかな、これが微妙だったら、このねさっきのシングルクロシェといいか説明しながらいきますね。今なのでこのまま3段目に行こうと思います。はい、3段目に行きます。3段目は、糸変えないのでずっとこのまま行きますね。で今強引に真ん中にあった糸をここに、引き抜き編みで1個やってきました。近づけてきました。でシングルクロシェ長めにやってチェーン1、これでダブルクロシェ1個目にします。で一応マークして、でさっき言いたかったのが、本当はこの立ち上がりのとこってこの3つのね最初か最後の方が楽ちんだと思うんですよ、次の段に行くときにってことが言いたかったんですけど、どうしようかな。これ試してみよう。本当はだからこの後に同じブロックでねダブルクロシェ2個入れたいんですけど、1個にしてみる。そうなると帰ってきて今度ここに追加の1個をして終わりにしたいんですけど、ここはちょっとごちゃごちゃするかな。やってみようと思います。ごちゃごちゃするの気になる方とか、普通のやり方でいいよって方はいきなりここにダブルクロシェ3つ入れるといいと思います。であとはもう繰り返しなんですけど、間と間はチェーンなしでいきなり次の穴のとこにダブルクロシェを3つ入れます。でここがたまたま角なので、角のところはチェーン3で角を作る。でもう1回同じとこにダブルクロシェを3回いきますね。割れてきた。で、今3段目なんですけど、3段目になると角と角以外っていうのが生まれるので、そこだけちょっと変わります。で今この角が3回チェーン3だったじゃないですか。で今度ここは角ではないんですよね。この辺のところができるので、辺のところは単にダブルクロシェを3回入れるだけです。で次ここ見ると角なので、角はダブルクロシェ3回やってチェーン3してもう1回ダブルクロシェ3回っていう感じで入れます。で段が増えれば増えるほど辺の長さが長くなるので、単なるダブルクロシェ3つのとこは増えていくだけですね。今1個だけど次は2個になってみたいな感じで増えてきます。なのでぼーっと動画とか見ながらとか聞きながらルンルンやってると間違えたりします。私はね。今角ですね。そうしたら3段目、今角もう1個作って普通にやって角を作ってで、ここら辺でまたお会いしようと思います。はい、ぐーって一周やってきて角作って、この最後なんてことないとこに来ました。そしたらここもう2個作ってあるので、最後1個ここに入れてみます。でダブルクロシェ
でここをキュッとさせていけるかな。でこれ今チェーン1にクリップつけてるんですけど、ここではなくてこの間、何回も同じこと言ってるけど間に引き抜いて、立ち上がりだけ1個していいかな。はい、こういう感じです。だからこのまま今123段目も軽く説明して、あとは全部同じ流れなので気の向くまま気が済むまでグワッて広げていこうと思うんですけど、真ん中に作っただから懸念点はちょっと遠いことですよね。穴と穴がスリップスティッチ、スリップスティッチでちょっとこう渡ってみて、さっきのスリップスティッチもここちょっとね、どうでしょうね、ごたついてるっちゃごたついてる。今回これでやってみて違ったなと思ったらまた違う方法にしようと思います。で今渡ったので、ここに立ち上がりの代わりにシングルクロシェとチェーン1、でここにはもう1個だけやって、でグーっていって、ここには最後の1個入れようと思います。でさっきお伝えした通り、今これ1個やったら次角ですよね。角3個やってチェーン3、これは今回チェーン3ですけど2でもいいと思います。なんかね、3の方がカクカクする感じがするんですよね、この角がね。でもムチっとさせたかったら2でもいいと思うし、でもっと開けさせたかったら繰り返しですけど、この間にチェーン1を入れてもいいと思います。で角作ったら、さっきは1つだった辺のところが2つに増えてるので、3回3回で角、3回3回3回角、3回3回角っていう感じでやってって、あって広げて、全然あるんですけど、これ全部使い切るぐらいでまたお会いしたいなと思います。はい、1玉やってきました。今この辺で終わってて、これが最初の目なので、もうあとちょっとっていうところで間に合いませんでした。で段数としてはこれが最初の1個目なので、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 段ができて、13段があと一歩っていうことなので、ほぼほぼ13段できた感じです。で長さを測る前にさっきすごい世紀の大発見をして、当たり前のことなのかもしれないですけど、このねこの端っこのコーナーに入るのはニコニコで変わらないじゃないですか、束がね。でどんどんこの辺の長さが広がるから、ここに入る目数が増えるんですけど、この3ダブルクロシェのブロックが本当に段数マイナス2だなってことに気づきましただからなんだって話なんですけど、例えば1段目はここなので0ですよね。で2段目もまだ0なんですよ。2段目できるか。2段目はこういううまいこと後で動画で加工しようかしら。こうで3段目になると1個できるんですよね。だから3段の時は 1ブロックって言えばいいのかな。4段になると2ブロックできてってなるので、こうやって数えていくと、このちょっとグラニースクエアって数えにくくないですか。どここうやって数えるんだみたいな。その場合はここの辺の数を数えて、例えばここだったらここはコーナーなので数えずに 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 でまたここコーナーなので数えないでおくと10ブロックあるので12段やってきたんだなっていうことが分かるって、自分の中で嬉しかったので、共有させていただきました。で言おうとしたの。そうでもう一回サイズ測る前にもう一個言いたかったのが、ここはいいとして、ここがこの B ってこの斜めが最初と最後のとこなんですよ。なので今回真ん中に立ち上がりをしてるんですが、
真ん中にやっても見た目はそんな目立たないかなと思うんですよね。他と比べても紛れてる。ただネックとしては真ん中でやるので、こういうとことかね、ここはオレンジからピンク、ここは黄色からオレンジ、ここ黄色水色みたいにこう一周してきて帰ってきてるので、色がこの最初の1個だけ変わっちゃうっていうのが、こういうグラデーション毛糸を使ってる時の難点かなと思いました。ここもね、水色で始めてグーンっていってるんだけど、帰る頃に紫になってるから、ここの1名だけ違って見える。ここも一緒。それは気になる人は気になるかなと思って一応お伝えしました。ただね、グラデーション毛糸なので、色の変わり目って絶対どっかにあるし、私がここが最初の1目目って分かってるから気になるだけで、他にもねそういうとこってあると思うんですよね。もし気にならなければ、このやり方気になるならちょっとどうすればいいか分かんないけど、糸いちいち変えるとかなのかな。そういう感じでようやく測ります。これセンターにして、よいしょ、35センチ四方かな。35、縦も35のはず。35なので、ダイソーのミックスケーキ200円、この毛糸を使って、改めてですけど、何メートルかをお伝えした、80g124 メートルだとだいたい35センチ四方ちょっといかないぐらいのグラニースクエアが編めました。で、煮玉目に入っていきたいと思います。で、持ってるのがこれとこれで、どっちもねここの色と関係ないのでちょっとおかしくはなるかなと思うんですけど、こっちにしようかなと思います。すぐ出てきた。で、ちょっと近づけようかな。はい、近づけてきました。今このダブルクロシェ3つやって、ここに到達する直前で、ちょっと頑張ってみたんですけど、もう1個は作れず断念してます。なので最後のところだけちょっとほどいて、こういう時はもしかしたらマジックノットとかのがいいかもしれない。色がね明らかに変わるので、でもとりあえず通常のやり方でやってみます。この最後のとこで本来ならこうなんだけど、この糸は置いといて、新しい方こっち、これも後ろに、すごい長い。いけないかな。ちょっともう一回トライしてもいいですか。これやっていけないか無理していってもね、この糸がね余るから、でもちょっと行ってみますね。やっぱりここで変えます。この今ダブルクロシェ最後通すとこですぐずれちゃうの、場所が。ここ針じゃない、糸を手で押さえておいて、引き抜くときにちょっと寄せる。これで引き抜きますと、でまだ全然糸不安定なのでこっち絡めて、で引き抜く。ここに今最初の1目目できても2個あるので、この間に入れたいんですけど、このやり方をすると3色ここにコラボしてるオレンジと紫とこのピンクね。とりあえずこれでいこうかな。でこれが前に来ちゃったな。ちょっともう一回いきますね。でこっちにいてほしいか。でこの間に入れて、このオレンジは何も固定してないのでちょっと緩いんですけど、ちょっと後で考えます。でキュッとさせちゃうか。ちょっと、で、さっきと同じように、今までと同じように、ここ引き抜き編みでちょっと先に進みます。でここ引き
き抜き編みしたらここが立ち上がりにしたいのでシングルクロシェしてチェーンはちょっとゴム太になるかな、こうやって編み込むとどうでしょう。でダブルクロシェを1目やっといて、で今これダブルクロシェでこれがチェーン1のとこの目なのでこれが1目目に扱いになりますなんかここだけほんと多種多様な色が入ってるイメージ。ちょっと渡っちゃったかな、どうだろう。まあこれで一回進んでみて変だったらまたお伝えしたいと思います。はい、2玉目が終わりました。で2玉目が終わってちょっともう画角に入りきらなくなっちゃったので、また床に置いちゃって失礼します。で、見えるかな、ちょっと近づきます。このねズン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 とこの、セーラームーンクリップがあるんです。この星の金のクリップが1玉目が終わったところで、今その上斜めの紫のところが2段目の最初のとこで、これが最後の段ですね。ちょっとまた引きます。でぐーっと一周やってきて、ここが、2玉目の終わりなので、段数的にはまた近づいてもいいですかねよいしょ。これがね、1玉目が終わって、ここが1234567891011だから、13段目なので13段だから1415161718段終わって19段目のちょうど半分とか、半分はいってんのか、半分ちょっと過ぎたあたりで終わっちゃった感じです。でどこら辺かにサイズを出してるかと思うんですが、18から19インチの急にインチから言っちゃってますけど、インチ四方になりました。でセンチメートルで言うとちょっと忘れちゃった上の方に書いてると思いますになりました。でこのまま3玉目につないでいこうと思います。はい、地上に戻ってきました。一応近くになったのでもう一回センチを測ろうかな。48から9かな。一周できてないところは48ぐらいだし、できてると49センチなので、さっき何段って言ったっけ、これが13、14、15、16、17、18、19段できれば、49センチ四方のものができるし、18段だったらここまでだから47センチってことですよね。47センチぐらいになってます。1段で2センチ、もうちょっとまあいっかちょっと難しいわ。1段で2センチちょっと、増えてる計算っぽいです。で3玉目に行っていこうと思うんですが、これがね、どこかの動画でお見せしてるっていうか、ちょっと歪んでる、ちょっと直しますと思うんですけど止めます。はい、歪んでるのはカメラじゃなくて、テーブルの方でしたテーブルのこれが歪んでました。3玉目こっちを使っていこうと思います。で3玉で終わりにして、この後はこのセットをもう一個同じのを作ろうと思ってて、3玉と3玉のセットでこういう長方形のねものにしようかなって今思ってます。で、もしかしたら後の私がオープニングというかっこいいな、出だしの方で言ってるかもしれないんですが、このクリップは2玉目だからここら辺につけようと思ってます。このねブランケット、派手派手なでも楽しいブランケットをハワイでね使いたいなと思ってます。ハワイね大好きなんですよね。みんな好きですよねでまた、糸変えるところはダブルクロシェの最後にしたいので、ここで粘ろうかな。ここ本当はね糸端もちょっとあった方がいいんですけど、粘らないのももったいないのでここで粘って、
この最後ダブルクロシェ、ここねピント合ってるかな、引き抜くところで3玉目これ取り出してきたので色が比較的似てる。これをつなぎます。後ろに糸当てて、で最初はもう引き抜くだけですね。これでダブルクロシェが完成。さっきと同じ感じですね。で片方だけくるんで、で次のダブルクロシェに移動しつつ、くるみながらせめて1本だけでも巻き込んでいこうと思います。今ダブルクロシェしてた？これもね、なんか前の違う動画でも言ってると思うんですけど、タスクがね3つとかになるとなんか分かんなくなっちゃいますよね。ダブルクロシェしながら糸始末はできるんですけど、これで喋っちゃうとタスク3つ目じゃないですか。喋る、ダブルクロシェする、巻き込む。そうするとなんか抜けますよね。喋んなきゃいいんですけど、喋りたいんですよね。はい、こういう感じで、こっちは不安定なんですけど、次のどこかで止めようと思ってます。次のどこかというか、次の段で止めるか、ラストに止めるかっていうことですね。でそれで思い出した。ちなみにさっきのところは、ここが1玉目が終わって2玉目に入ったとこで、この裏がね、このオレンジは1玉目の最後の糸端なんですけど、ほぼほぼ止まってないですので、ちゃんと始末しなきゃいけない。これは途中まで巻き込んで、最後はこういう感じで沿わせてるだけにしています。なのでこれもなんかこの糸がね結構むっちりしてるから、ここ沿わせるだけでも綺麗に隠れてくれてたので、この続きはこの同じ色のとこで最後に糸始末しようと思いますが、それはまた最後にね言えばいいですかね。はい、こういう感じでやることは変わらず、この一玉終わらせて、どのくらい段いけるかな。多分あんまりいけないと思うんですよね。一段進むごとに、一周進むごとにどんどん目数もね増えてってるからね。だって1玉でここまで来れたのに、2玉目ではここのねこの段数、14、15、16、18だから計算引き算ができてない。14、15、16、15段 5.5 段ぐらいしかできなかったので、もう1玉ここに丸々こんなにあるんですが、これも多分というか絶対5段はできなくってですよね。ただブランケットにしたいと思っていて、ブランケットとかバスタオルぐらいの大きさがあればいいかなと思ってるんですけど、バスタオルがものにもよると思うんですけど、なんか60センチ ×100 から120センチ四方らしいので、四方っていう縦と横らしいので、そのあたりになれればいいかなと思ってます。はい、こういう感じでやって、で角は相変わらず同じように入れたら、3ダブルクロシェいったらチェーン3して3ダブルクロシェしてっていうのをぐんぐん進んでいきたいと思います。いや、派手超かわいい。では3玉目が終わった後にまたお会いしましょう。はい、3玉目が終わって、その続きは、パート2でお届けできればと思っています。今画像で写ってるのが、完成した写真なんですけれど、こういう感じで2枚をつなぎ合わせて、でこういう感じでね縁取りをするっていうところをパート2でやっています。よければまたパート2でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。